本日は EC 値測定についてお話ししていきたいと思います。文献で見るものと実際の感覚って違うので、このようにして採取してください。いうような言い方をします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。本日は EC 値測定についてお話ししていきたいと思います。まず EC 値なんですけども、皆さん調べていただきますと、電気伝導度とかいうような値が出ると思うんですけども、こちらこの業界でいうところの肥料濃度になります。なぜ EC 測定されるんですか？やはりいちご栽培を行う中で肥料の水であったりとか非売管理というものすごく大事なので、感覚だけじゃなくて、数値化して明確化することが大事なので、肥料をどれぐらいの濃さで流したらチューブとして出てくるとかですね。あとはものすごく原水によって EC 値って異なるので、しっかり把握しておく必要があります。なんで、もしまだされてない方に関しては、肥料を施肥する前に原水から測る必要があります。しっかりその値を測った上で肥料を処方する。そこからもう一度測るっていうような手順をしてください。例えば肥料の希釈倍数を500倍にすれば EC が 0.8 だっていうのはしっかり分かっておけば日々コントロールできるので、しっかり数値化するっていうのがすごく大事だと思います。測定の頻度はですね、最低ですね、2週間に1回はされた方がいいと思います。肥料の処方とか EC 値を変えるだけで、新しい葉っぱっていうのの葉色が変わったりとか、株にものすごく影響があるので、まめに測ることをお勧めします。当園では2週間に1回測ってるんですけども、毎日測れる方もおりますし、きちんと液肥混入器から液肥が混ぜれてなかったのかっていうような故障とかも早期発見できるんで、まめに測定することをお勧めしますね。まず必要な道具なんですけども、こちらの EC 系ですね。いろんな EC 系あると思うんですけども、当園ではこちらホリバの EC 系を使っております。あとは灌水チューブからの灌液を受ける。これ何でもいいです。容器。あとは精製水を使ってもらうと一気に EC 値が0にできるので、こちらおすすめになります。この3つを使って測定を行っていきます。今回は原水の EC 値を測っていきます。EC 値の方を測定していきます。まず測定する場所なんですけども、立ち上げをすぐではなくて、必ずホースの最後のところから採取するようにしてください。なんで、一番最後になります。で、こっちは必ず最後の部分で、このようにして採取してください。これでしばらく待ちます。はい。では、採取した灌液の EC 値を測定していきます。まずは、電源をつけてください。今、0になってますので、このまま、ここに入れておきます。0でない場合はですね、こちらの処理液使っていただいてもいいんですけども、精製水、こちらを測定するポイントに水に流してあげれば0にできますので、こちらものすごくおすすめになります。では測定していきます。すべて水で覆うようにして測定してください。246っていう数値が出ました。こちらね、単位がマイクロになるんで、こちらミリに戻さないといけないので、246っていうのを割る線していただいて、0.246。小数第2までっていうのが重要になってくるんで、0.24というような言い方をします。なんで今回は原水値の EC 値が 0.24 というふうになります。0に戻さないといけないので、精製水を使って0に戻します。
このような感じで、ティッシュかなんかで拭いてもらえば OK です。栽培方法とか培地とか品種によって適正なタイミングは変わってきます。肥料が必要な品種もありますし、そこまで必要じゃない品種もありますし。この辺なんかはなかなかね、実際この資料や文献で見るものと実際の感覚って違うんで、しっかり毎日株の状態を観察することが大事ですね。やはりイチゴの株を見て EC 値を調整するってことがすごく大事。葉っぱの色が濃すぎたから EC 値を落とそうであったりとか、常に何かを意識する。株作りなのか、花見文化誘導なのか、でものすごく大事ですね。はい。では、今回は、原水の EC 値の測定を行いました。ご視聴ありがとうございました。